皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は1年経っても届かない契約書完結編ということでお話をしていきたいと思います。いやー、もうついに完結ですよ皆さんこれ。いや、このシリーズ待ってくださってる方もね、ありがたいことにいらっしゃいますので、もうここまで来たら最後までお話をしたいと思います。で、前回ですね、どこまでお話をしたかと言いますと、もう不動産屋に直接行きまして、もうこれはもう説明してもらうしかないなということで乗り込んだというところまでお話をしました。で、なんとそこで衝撃の事実が発覚。今までこうやり取りをしていたその営業さん、なんとその店舗の責任者でした。いやーもうね、衝撃でしたね。で、こう責任者というか、もうちょっとね、詳しく説明すると、実はもうこの道、なんか40数年って言ってたと思います。もう実はね、だいぶベテランの方なんですよ。で、もうこの道も40何年なんです。いや、こんなんで責任者やっててすんませんってね、おっしゃって。どうやら、この、不動産屋の社長さんっていうのいらっしゃるんですけど、そのね、ナンバー2っていうことで、いやーもうこれ私惨敗ですよね。もうここまで来たら私の負けをね、ちょっと確信をしたんですけど、で、まあ、結局ね、その後の続きですよ。でもういついつに倉庫に行って探しに行きますと。で、じゃあ探した後にどういう風に私に連絡するかみたいなところまで詰めて終わりました。で、約束の日になりまして、メッセージ入ったんですよね。違うわ、電話がかかってきました。で、そしたら、もうだいぶね、夕方も、そうですね、5時半とかになってたかなと思うんですけど、それぐらいの時間に電話かかってきて、いや、探してるんですけどね、倉庫で。もうね、見えないんですよ、暗くて。出ました、意味不明ね。もう皆さん分かります？この意図分かります？いや、実はね、倉庫って、なんか、電気がないタイプの倉庫、わかりますかね？なんかコンテナみたいな、そういうのあるじゃないですか。で、多分そういうので、もう電気がなくて、もうこの時間になったら見えないんですよ、と。で、あとまだ探してない箱が3箱ぐらいあって、で、ちょっともうほんまに申し訳ないんですけども、明日朝一で探しに行きますと。で、それでまたこういう形で連絡しますので、すいません、もう一日だけ待ってもらえませんかっていうことやったんで、もうしゃあないでしょ？もう電気ないんでね。もう真っ暗で見えへんかったもうそうしゃあない。ね。しゃあないんで、わかりました。じゃあ次の日ね、待ちますんでって言って、探してもらったわけですよ。で、皆さんもここまで来たらどう思います？で、これ逆にもあったら怖いでしょ。契約書倉庫にあったら怖ない。だって、もうここまで来てですよ。これ逆に出てきた方がびっくりしますよね。ね、今までマジで何しとったんって話なんで。で、次の日、もう早朝から探されたみたいで、夕方ぐらいにね、もうまた私の方にショートメッセージ来まして、結論はですね、ありませんでした。はい、でしょうね。はい、もうこれ私予想通りですよ。もう見当たらなかったっていうことで、もうね、申し訳ございませんっていう風に、メール来ました。いやもうなんかね、もうレターパックで確かにこう、その物件、借りてる物件のオーナーさんからこう帰ってきたっていうのはもう分かっている、もうこう確信があるというか、そのレターパック受け取ったのは覚えてると。ただなんかもう他のね、書類とかに紛れてるかもしれないっていうことで、引き続き探すのは探しますということだったんです。いや、ただね、もうここまで来たら、絶対ないでしょ。もう 100% ね、もうこれないです。もうなくしてるんですよ。ね。で、なんか、そこでとりあえず、案ですと。これあくまで案なんですけどっていうね、ことで来まして、もう契約書を、なんていうの、そのコピーをして、で、それに、原本証明ってやつですよね。それを、記載したものっていうのを、もうこの今週中にもうポスト入れますということでした。あくまで案なんですけどねっていうことで、はい。で、もうこれしゃあないですよね。ないもんはもう仕方がない。で、実は不動産屋に私行った時に最後に言ったんです。いやもうね、人間のやることなので、もうなかったら仕方ないんですよと。ね、もう紛失することだってあると思うので、もうそれでなかったら仕方がないですと。
なので、もうないならないで再発行するなり、ちょっともうその手続きを早くしましょうと、してくださいっていうのを、もう実は伝えたんです。まあでもその時もね、いや絶対あるんです、倉庫にあるんです言うててないからね。いやもうだからないんですよ。ね、だからまあまあそういう話をしてたんですけど、もうでもまあもう仕方ないんでね、とりあえず原本証明でも何でもいいからとにかく手元に欲しいということで、今週中に送ると、まあポストに入れるというお約束いただいたので、まあ待つわけですよね。でもここまで来たら、はい、もうこのシリーズ見ていただいた方わかると思いますが、来ないんですよね、その約束した今週中に。もうすごいっすよね。こう今まで約束したことってほとんど守られてないんでね。で、もう、まあ来ないわけですよ。で、これ私もうどうしようかなってもう本当にね、まあ悩んで、もう今までもね、まあなんか連絡しますとか、いや連絡しますってなかったとしても、こっちがなんかこうアクション取ったらすぐね、やっぱり連絡してきたり、もうとにかく最初から倉庫にあるって言ってたから、早く行ってくれよとこうずっと思ってね、たわけなんですけど、もう全然やってくれへん。もうだからほんまにこれ、いや何なんでしょうね。やっぱバケーションやっぱバケーション行ってたんかな、もう忘れとったんかな、バケーション行って。もうよう分かれへんのですけどね。いやもうで結局約束した日またもう来ないんで、もうね、いやここまで来たらこれ私この話ずーっともう3ヶ月ぐらいですかね。はい。まあもうでもね、それまでのことも言うともっともっとですよ。もう1年以上来てないんでね。いやもうただこう私この話でずーっと嫌な気持ちをね3ヶ月ぐらい持ってるんですよ。で、なんかこうね、この私の借りてる趣味の部屋に行っても、なんかこう気持ち的にね、楽しくないし、うん。で、私ね、ちょっと決断しました。退去します。はい。もうこれ秘宝ですね。私の中ではね、もう完全に。いや、もうこれね、いや、もうちょっとここからはですよ、その退去について決断した理由を最後説明して終わりにします。もう1年以上借りてきまして、まあ最初ね、こうもう DIY 動画ばっかりやったと思うんですけど、まあそれでも皆さん結構見ていただいて、いやもう自分の好きな空間、趣味の空間っていうのをずっとこう作ってきました。で、今年入ってですね、こう水槽もこう増えてきて、どんどん立ち上げしてですね、もうめっちゃ楽しい、いや、思いでずっといたんですよね、3ヶ月前までは。で、いやもうこのままね、私ももっともっとこう植物とかも増やしたりとかいろんなことやりたいなと、アクアポニックスもね、始めましたし、いろいろやっていきたいなっていう中こんなことがあって、でちょっと体調も崩したりとかでですね、あんまりこう来れなかったり、はい、ちょっとこう飛び飛び1日ごと明けに来たりとか、そういうのがねちょっと続いてたんです。で、ちょっとお魚のね、調子も悪くなったりとか、レッドデビルエンゼルフィッシュの赤ちゃん、これもね、結構いたんですけど、ちょっとポツポツまたこれ、減り始めて、落ち始めてね、いやー、ちょっと私も気持ち的にね、正直かなり下向きになってたんですよね。で、ちょっとこれも全然この不動産屋さんと全然関係ない話ではあるんですけど、ちょっと来年からの仕事もね、仕事が変わるわけじゃないんですけど、ちょっと来づらくというか、私毎朝来てるんですけどね、それがなかなか多分ね、難しくなるんですよ。だからちょっとこれもしかしたらいいタイミングなんかなと思って、いやー、でもね、めっちゃええ条件なんですよ、このテナント。むちゃくちゃええんですよ。もうね、こんな値段でも金額あれですけど、いや、本当にワンルームぐらいの金額で駐車場付きでね、いや、めちゃくちゃ条件的にはいいんですけどね、やっぱりこう、毎日来れなかったり、今みたいにもう楽しめない。こう、私、趣味でやってるんで、仕事やったらわかるんですよ。こう、私がね、ここでなんか仕事しててお金稼いでるとかやったら、いや、ええと思うんですけど、もう全然違います。ただお金使ってるだけの部屋ですからね。ね、で楽しみのためにそれでこんな嫌な気持ちでずっとで今後もこれ原本証明で来たとしてもなんかやっぱりこう
ね、ちゃんとしたっていうか、元々の原本がないわけなんで、ずっとモヤモヤした気持ちで居続けるんでね。いやもうこれは正直退去しようと、もうちょっと決心して、で、ただね、これ退去実はこれ半年前に言わないといけないと、そういうルールなんですよ。このテナントね。それ私当然分かってて、で、ただ、その退去するときのこの各書類っていうのも契約書にひっついてるんで、もうそれできないんでね。で、もう言った言わんやって嫌だったんで、その営業さんの方、担当さんの方にもうメールで、直接打ちました。はい。で、メールして、大体もう次の日ぐらいに電話かかってくるかなと思ったら、もう全然電話来ずですね。で、月またいだんかな、もう12月に入って、もうね、12月入りましたよね。12月に入って、それでも、電話来ないんで、もう私から電話しました。はい。で、不在やったんで、もう次の日にかけ直させますっていうことやったんで、待ったら電話来まして、はい。で、お電話来まして、で、さっき実はそのやり取りをしました。で、もう本当にさっきのさっきです。はい。もう今さっきお電話終わって、退去されるんですねと。はい。いやもう本当に申し訳ございません。もうごめんなさいねっていうね、話をされて。いやもう仕方ないですよ。ここまで来たらと。ね、もう、はい。もう仕方がないんで、もうこちらも、今までいろいろやってきたんですけども、仕方がないので、もう退去しますと。で、いついつ半年前までにっていうね、メール、一応契約書ないんで、もう書面ではできなかったので、メールでさせていただきましたという話をしました。いや、そしたらこっからね、ちょっと衝撃の展開。いや、もうまだあんのって皆さん思うでしょ。まだあるんですよ。衝撃の展開でね、私こんなん何も言ってないですよ、こっちからは。こっちから何も言ってない。もう全然そんな、わかります？その、やかるっていう言い方わかります？なんかこう、ね、なんていうの、こう、どないなっとんねんみたいなね。そんなんもう私全然言ってないです。あ、もしもし、はい、はい、ね。そので、実際テナント行った時も、テナントじゃ、ごめんなさい、実際その店舗にね、行って、押しかけた形になるんですけども、丁寧にお話ししたつもりです。で、電話口でも今までもしっかり丁寧にね、そんな言葉荒げることも一度もなく、お話ししてきて、こっちからなんかこう、脅すようなことって一言も言ってないです。で、とにかく契約書ください。もうなかったらしゃあないんで、再発行してください。もうそれだけです。私が言ってたのはね。で、もう何も言ってないんですけど、向こうから、もうそうですかと、もう解約ということで分かりました。もうとりあえず、その原本証明のこともあるので、もうそれはもうすぐに、今日入れますと、ポストに。で、解約のその書類に関しても返信用封筒をつけて、同時に入れさせていただきますということだったんで分かりましたと。で、この度はと。なんかここから話ね、変わったんですよ。もうだいぶなんか落ち込んではる感じやったんですけどね。もうこの度は、いや、もうこちらの落ち度で、もう不手際で、もう解約をされるということだと思いますので、それもあるけどね、心の中では思ってますよ。それもあるけどね、と。で、いやもう、仲介手数料をいただいてましたが、お返ししますと。嘘マジそんなことあんのと思ったんですけど、仲介手数料何々万円ね。何々万円。もうだから1ヶ月分ですよね。お返ししますと。やっぱりもうこちらの不義理だったのでと。そういう感覚なんや。あと、保険私入ってるんですけど、保険もね、最初結構高かったんですよ。多分保険と仲介手数料入れて10万ちょっとぐらい多分払ってるんですよね。それも全額お返ししますって言い張ったんですよ。ちょっと思ってた展開と違ういや、思ったんですけど、皆さん、そんなことあるね。やっぱ仲介手数料も分かりますよ。その不動産屋さんがやらんとあかんことやってなかったということで、そう保険とか返ってくんのこれ。いやでも返すって言うから、分かりました私何も言ってないですけどね、お金返せとか、そんなもう払えみたいな、慰謝料がとか、そんなん全く言ってないですよ。そう言ってきはったんで、分かりました。はい、じゃあ、受け取ります皆さんこの話聞いてどう思います？いや結局多分ね、いやだからそういう人なんですよ。で今まで悪気
がそんななくて、なんで探してないかもよう分かれへんけど、いやだからそういう人なんですよ、多分ね。だからもうね、おあいこ、引き分け。もう前回惨敗でしたけど、もうね、もうこれで引き分け、私の勝ちではないです。もう時間もね、まあ、たくさん使ったし、何回も電話とかも直接行ったりとか、まあ、もやもやもあるんでね、勝ちではないです、決して。いや、私のこの楽しいって思いをね、もう今全然感じられないんで、もう全然勝ちではないですけど、もうここまで来たらもう引き分けでもういいでしょ。もう勘弁してやってください。いや、違うか、私がもう勘弁してあげますので、もうこれで終わりです。いやー、でももう、これ半年後どうします？いやー、ちょっともうね、ノープランです。もうまた戻ります？この 4.5 畳の狭い部屋に。いや、どうしようかな、ほんまに。いや、で、実はね、これもう一個話あって、もうね、なんでこんな話あるんやろってよう分からへんけど、私実は一軒家に、まあ、注文住宅でね、自分の家建てまして、もうだいぶ、まあ、数年間住んでるんですけどね、実は私のこの一軒家の隣が、中古物件で売りに出されてるんですよ。買う？いや、無理よね、さすがに。ちょっとさすがにね、お金ないんですけど、いや、これ私、ローン払いながらそういうの買うって、まあ無理でしょ。これ、なんか方法あります？まあそこそこしますよ。そんな、数百万で買えるようなもんじゃないんでね。土地と建物あってね、まあいくら古いとはいえ。いや、でも隣の、なんか、敷地って借金してでも買えみたいな格言あるでしょ。いや、なんかもうそれも不動産屋の闇な気せんでもないねんけど、なんか買う方法あるんですかね、ローン払いながら。もう現金ないっすよ、私。もうこう見えても、どう見えてるか分かりませんけど、全然お金ないんでね、もうめちゃくちゃ使ってるんで、お金はないんですけど、買う方法ないわね。ないですよね。はい、ということで、いや、もうちょっと長くなりましたんで、もうここまでにします。いや、もう今回ちょっと衝撃の展開で、最後なぜかお金返してもらえるっていうね。そういうお話でした。ちょっともう半年後どうするか、もうちょっとまた皆さんと相談させてもらって、いや、隣の家欲しいな、めっちゃ欲しいな。いや、なんか、降ってけえへんかな、お金。はい、ということで、もう今回は1年間届かなかった契約書の完結編ということで、結局ね、紛失したと、なかったっていうことでした。はい。ということで、皆さん長らくありがとうございました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。